やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、HZ サウンドの新商品、HZ ハートミラープロだな。日本語コミュニティでは心鏡とかハートミラーとか言われてるこのモデル、原型になった、元祖ハートミラーの設計をそのまま引き継ぎつつ、音色をブラッシュアップした、正統アップデート版となっている。原型となった、ハートミラーは、5000円から1万円の間の、お安くて優秀な1ダイナミックドライバーの中でも、最も初期に登場してきたモデルの一つで、現在でも、おすすめを聞かれた時に、頭の中のリストには、と登場する1台だな。発売当時はカーボンナノチューブではなく、カーボンドライバーとの表記だったけど、現在では、カーボンナノチューブ振動板を採用したドライバーと明記されている。10mm のダイナミックドライバーを採用した機種の中ではハウジングが小柄で、装着しやすく、誰にでも進めやすかった。その音色は、高音域が強烈なものの、その他の部分も感触傾向で整っていて、かつ、きらめかしく響く金属音や高質な高音など、しっかりと個性と魅力を持った一台でありながら、大体のジャンルをこなせるという対応力もあると、低価格ながら、かなり万能なイヤホンとして、感触傾向、高音域が綺麗な万能機、というポジションを確立していたぞ。ちょうど、昨日紹介した T2DLC に被るけど、こっちはもっと前から販売されていたことと、より装着感が良い点、それから、サブベースの量感などにも不足を感じなかった点で、誰にでもおすすめしやすかったな。ちなみに、ノーマルのハートミラー、僕には弱ドンシャリくらいに感じたんだけど、サブベースがよく出てるかどうかでドンシャリと判定する人には、弱ドンシャリに聞こえて、ベースを重点に判断する人には、高音よりのイヤホンに聞こえるらしい。個人の評価はやっぱりブレるな。さて、そんなハートミラーの形質を、ほぼそのまま継承したのが、今回のハートミラープロ、というわけ。形状と採用ドライバーはそのまんま。この部分は、ハートミラーが好評だったコアの部分なので、それも納得だ。小型で金属製の外装は、装着しやすく、長時間の使用でも違和感を感じない。さらに、今回は、カラーリングに黒が追加され、初代ハートミラーの鏡面仕上げのせいで、外で持ち歩いて傷をこさえた人たちには、大きなアップデートに感じるんじゃないだろうか。車のメタリック塗装のような、ラメの散らばった、高級感のある仕上げになっているぞ。チューニングの変化については、音質のところで触れていこう。ハートミラープロが、単なるチューニング変更値上げ品に収まっていないのは、その付属品も変更になってるからだ。プラグを変更可能で、バランス、アンバランスに対応できる、通常ケーブルにアップグレード。加えて、ちょっとした用途の時に便利な、マイク付きケーブルの2本が付属する。初代ハートミラーも決して悪くないケーブルが付属していたんだけど、より良いケーブル、しかも2本、ということで、価格差はここで納得できるな。その上、本体のチューニングもアップデートされているなら、そりゃこの値段も仕方なし、というわけだ。現在、Amazon で販売されている価格は、税込み1999円。つまり、税抜き1万円くらい。ハートミラーは、もともと1万円クラスと一緒になって語られる完成度のイヤホンだったわけだけど、今回登場した、ハートミラープロは、本当に1万円クラスになったわけだ。どちらも良作であることには違いないので、あとはハートミラーとの差額を納得できるかどうかが肝になってくるな。それから、しっかりとした、メーカー専用のポーチが付くので、ここら辺の付属品を重視する人なら、この価格には一発で満足できそうだけど。イヤーピースも最初から実用的な、反発力のあるものが付属するぞ。ここまで触ってきて、HZ のイヤホンはまず外れがないな。内装について見ていこうか。HZ サウンドハートミラープロは、初代ハートミラーと同様、中国系のこの価格帯では、結構見かけるようになってきた、10mm のカーボンナノチューブ振動板を採用している。このドライバは、TRN のハイブリッド型から、この価格帯のライバル製品にまで、幅広く使用されていて、価格、同一仕様ともども、ライバルの多い商品だ。その上で、ハートミラーはおすすめだったわけだけど、プロの方は、どう更新されてるんだろうか。ハートミラープロと、ハートミラーを比較すると、ハートミラーをベースに、より煮詰めた音、というのが、一発聞いた感想。ハートミラープロは、両者、高質感のある音なんだけど、この傾向はハートミラープロの方が弱まっていて、より汎用感が強まっている。低音域の量感も若干増し、よりニュートラルなバランスに近づいた。とはいえ、
低価格モデルでニュートラルなイヤホンというと、聞きどころがない面白くないものも多いんだけど、ハートミラープロにはしっかりとメリハリがあって、聞いていて高音や低音域の不足感に悩まされることはなし、また、ハートミラーが合わない主要因であった、若干高音域が刺激的すぎる印象は、ハートミラープロでは完全に払拭されてるぞ。第一印象は、険しさの取れたハートミラーで、そこから聞き込んでいくと、上級機と同じことがちゃんとできているバランスモデル、という印象になる。もともと、ベースになったハートミラーの時点で、ほぼ上級機と同じことができている機種なんだけど、それでも、高音域の一部に感じる刺激感とか、そういった点で、より高価なイヤホンにアドバンテージがあった。ハートミラープロは、そういった価格の障壁を打ち破った、あと半方実現できてるぞ。標準ケーブルで不足を感じることも全くないし、プラグ変更可能なので、バランス接続派も、代わりのケーブルを考える必要はない。この1万1000円で、イヤホン周りが完全に完結できる、という点で、ある意味ハートミラー無印よりコスパがいい。物価が上がってる中登場した上位機種って、大体コストパフォーマンスに関しては目をつむらざるを得ないものだけど、今回のハートミラープロは胸を張って言える。ハートミラーよりお得だ。また、小型の外装のおかげで、ドライバが耳にかなり近づけられる点も、ハートミラー系が、他の CNT 振動板を使ったイヤホンと比べて、格別の評価を受けている理由だと思う。プロでもその傾向はそのまま引き継がれていて、若干ハートミラーよりマイルドになった高音域が、もやがかかったような印象になっていないのは、このドライバの近さのおかげじゃないかな。また、ハートミラーは、このサイズに見合わない、意外にずっしりとした重量感を覚えるイヤホンなんだけど、この重量感も、余計な残響を残さないという点で、この音作りに影響してそう。ボーカルはハートミラーより若干厚みが増して、ちょっと自然になった。空間は、高音域の響き方が減ったので、ハートミラーほど広く感じないけど、変に音が跳ね返ってこないので、近い場所で鳴っている、広い場所で鳴っている、という印象。ベース、サブベースは近い印象があるけど、よく広がってるし、高音域も若干近い感じがするけど、密室で鳴ってるというより広い空間で鳴っている印象があるぞ。CNT 振動板を採用している1ダイナミックドライバ機らしく、1ドライバながら、複数の音が同時に出ても、音が混ざる感じもない。より多くの音の数が一緒になる楽曲でも、問題なくこなせるぞ。音色を分解してみよう。高音域は、CNT らしいキレを残しつつ、深い音や刺激音は完全に取り除かれてる。ここで刺激音が若干あったのが、ハートミラーに感じてた個人的な唯一の弱点というか、低価格機らしい可愛げだったんだけど、その部分を克服した時点で、ハートミラープロを発売した価値はあったと思うな。中音域、若干厚みが出て、より自然になった。より分離感重視の音色だったのが初代ハートミラーだったんだけど、プロで聞くと、子供から大人、性別を問わず、厚みが増した印象がある。さっき言った通り、それでいて他の音を巻き込まないので、はっきり分離しつつも、厚みもある音となっている。そして低音域、ここも量感が増してる。とはいえ、バランスとしてはニュートラルな程度なんだけど、サブベースはゴツゴツ振動感を伝えてくれるので、ナチュラル、ニュートラルなイヤホンにありがちな、スケール感の小ささとか、弱々しさは感じない。ニュートラルと言いつつ、低音派過激派もにっこりだ。ハートミラーの時も言ったんだけど、こういうイヤホンって、ちょっと前の常識だと、もっとお金を積まないと手に入らないイヤホンのはずだったんだけど、それをこの価格で実現するモデルがちょいちょい出てきてるのが、今の中華イヤホンのやばいところ、随分前だと、1ダイナミックドライバで800円くらいで意外にいい音のイヤホンがある、で話題になってた中華イヤホンが、なんか5000円くらいで超マルチドライバが買えちゃう、という時代を経て、最近は真っ当によって、真っ当に安い1ダイナミックドライバの時代に遷移してる。これらが10年程度で行われたことに、やっぱり偉いスピードで進歩してるなぁ、と思うわけだ。ハートミラープロは、正しく僕らの目の前で、一歩前進したと思う。そりゃ上位機種と同じことやって破綻してないんだから人気になるよこんなの。上位機種を超える、というつもりはないけど、同じラインで競える1台で、あとは好みが決める、そんなレベルにまで上がった1万円クラスがこのハートミラープロだと思う。そして、そこまで高まってるハートミラープロに層の厚いライバルが存在することが、現在の中華1万円クラスの層の分厚さを物語るよな。同じ CNT 採用で、まさかの旧ドライバの TRN-VX プロとか、TRI-HBB-KAI とか、トリポーイン HBB オリナとか、名前を挙げようと思えばいくらでも出てくる。
その中でも今一番ニュートラルで、豪華で、小柄で使いやすいのがハートミラープロだ。良いイヤホンを、1万円で買いたい。一番最初にまず勧めるのは、このハートミラープロになってくるんじゃないかと思う。十分かかってこのセリフを言うために動画を作った。おすすめだぞ、と言ったところで今回はここまで。毎度サブチャンネルで動画を作ってるんだけど、今回は、機械価格帯のライバルを列挙して、比較していこうと思う。